好みの角度で止まってくれる反重力メカニズム、どんな姿勢でも腕を支えてくれる 6D アームレスト、美しい流線形のフレーム、ドロ C500 を志保さんから提供いただいたのでレビューしていきます。まずはワークチェアにおいて最も重要な要素についてレビューしていきます。仕事用の椅子において最も重要な生産性に直結する要素、そう寝心地です。志保ドロ C500 は寝心地が抜群にいい。まず背もたれが135度まで傾きます。これがちょうどいい。どれだけ仕事に集中していてもこのチェアならスッと寝られます。多分135度まで傾くワークチェアってあんまりないんじゃないかなと思います。あと反重力メカニズムっていうらしいんですけど、これがなかなかいい。リクライニングをロックしてなくても背もたれが好きな角度でいい感じにピタッと止まってくれます。がっつり横になりたい時もその場でピタッ、少しだけ傾けたい時もピタッ。それだけって思うかもしれないんですけど、これ地味にすごくて、普通リクライニングは倒しても反発して戻ってくるんですよね。当然ですけどバネの力なので倒せば倒すほど反発して起こされちゃいます。なので実際にはいい感じの角度のところでプルップルに踏ん張りつつロックして使うっていうのが普通のワークチェアのやり方です。これが普通、それが標準的なワークチェアです。ドロ C500 はそれが不要です。どの角度でもその場でとどまってくれるので、つどつどロックしたり調整したりする必要がありません。これ地味だけど地味に嬉しいです。ワークチェアですから座ってる時はワークにフォーカス&コンセントレートしたいんですよ。椅子の操作に気を取られたくありません。だけどドロ C500 なら倒れてほしい時に倒れてくれて、起き上がってほしい時に起きてくれます。地味だけど便利。一応ロック機能はあって3段階の角度で固定できます。全く傾けたくない時の集中フォーカスモード、全開お昼寝快眠シエスタモード、その中間の一休みブレイクモード、この3つがあります。あと僕は不要だったんですけど、反重力メカニズムを十分に体験するには事前調整が必要です。やり方は簡単で、まずは右側下のレバーを回して背もたれの反発をちょうどいい強さにします。あとは背もたれの高さを肩の高さに合わせて座面の高さも調整します。この辺の調整が終われば、あとは無重力の世界を体験できます。寝心地の次にワークチェアにおいて重要な要素についてレビューしていきます。チェアですからね。椅子ですよ。座るものですからね。ワークチェアにおいて2番目に重要な要素。そう、見た目です。今回提供してもらったのはホワイトのモデルなんですけど、めちゃくちゃかっこいいです。高級感のあるメッシュ素材の質感、流線形のフレーム。部屋に置いているとついつい座りたくなってしまいます。デザイン性は9大点です。次にワークチェアにおいてまあまあ大事かな、おまけ程度には重視すべき要素かなっていうのが、そう座り心地です。ドロ C500 の座り心地、これはいいなーっていう点と、いまいち自分には合わないなっていう点があります。まずはいい点から。個人的にこの座り心地の良さを支えている要素は2つあると思っていて、1つは座面や背もたれに使われているメッシュ素材のクオリティの高さ。肌触りもいいし弾力もちょうどいい。通気性がいいので夏でもベタついたりしません。とはいえ高級チェアならこれくらいはやってくれないと困りますね。2つ目はアームレスト。6次元の自由度がある 6D アームレストになっています。6D って自由度高すぎやろ。これのおかげで完璧にちょうどいい位置にアームレストを持ってこれます。これが個人的には一番嬉しい機能ですね。作業中でも腕全体をちゃんと支えてくれるので、肩や腰への負担が小さくなり、長時間座ってても疲れにくくなります。というか普通のワークチェアのアームレストって外側すぎませんか？少々内側に調整できたとしても足りないことが多いんですよね。6D アームレストなら都内の建売り住居買ってくらい幅を狭くできるので、マジでちょうどいい。マジで助かる。逆にいまいちだなって思った点に関しては後で紹介します。で、購入方法なんですけど、幕開けで販売されているのでリンクを概要欄に載せておきます。定価は13万1780円みたいなんですけど、先行予約販売だと最大 49% 割引になるようです。いやちょっと定価高すぎやろって思った人はぜひ幕開けのページで確認してみてください。さてここまではしっかり褒めてきたので、ここからは損得なしで良くない点、いまいちな点を紹介していきます。その1、組み立てがめっちゃ大変。
組み立てはまず脚部を組み立ててキャスターを取り付けます。そこから座面にアームと背もたれを取り付けて、それを持ち上げて脚部に取り付けます。これマジで腰にやばいです。ただでさえ重い座面にアームと背もたれをつけたらめっちゃ重いです。やばい、マジ無理、厳しいって。組み立ての手順は説明書通りじゃなくて、ちょっと自分なりにカスタマイズした方がいいかもしれません。ただし責任は取れません。その2、ランバーサポートが強すぎる。横から見ると分かりやすいんですけど、ランバーサポートが結構前に突き出た形になってるんですよね。なので座ると結構腰が押し出される形になって、長時間座っていると逆に腰が痛くなってしまいます。この辺は完全に個人差ですけどね。ランバーサポートが苦手な人、自分の体に合わない人、むしろランバーサポートがいらないって思っている人にはあんまり向いてない椅子なんじゃないかなと思います。個人的にはジャストフィットする形状じゃなかったです。これは僕自身が猫背すぎるっていう可能性もあります。一応可動性はあって上から押さえるとスライドするんですけど、そんなに差はないです。逆にランバーサポートがちゃんとある方がいい人にとってはおすすめです。背骨の S 字カーブがしっかりキープされるので、腰への負担が軽減できると思います。ランバーサポートがないとリクライニングした時に腰が浮いてしまって、そこに負担がかかってしまいます。ドロ C500 のランバーサポートは姿勢に合わせてランバーサポートがスライドしてくれるので、どんな角度でもぴったり腰を支えてくれます。その2、アームレストとヘッドレストの調整がちょいむずい。アームレストとヘッドレストはちょっと引っ張るだけで調整できます。戻すときはどうするかっていうと、最大まで持ってくると初期位置に戻る仕組みになっています。例えばアームレストの場合、引っ張れば高くなるんですけど、一番上まで引っ張るとストンと下まで落ちていきます。これ個人的にはあんまり好きじゃないです。どこまで引っ張れば下まで落ちるのかわからないので、最大限高い位置にするっていうのが難しいんですよね。まだ上げられるか、ここまでかっていうチキンレースみたいな感じになります。実際もう少しだけ上げようと思って少し上げたらストンと落ちてしまったことが何度もあります。例えば他社製のなんかだとボタンを押しながら高さを調整して、ボタンを離したらそこで固定される仕組みになってます。こっちの方が自分にとっていい高さに調整しやすいです。あとアームレストの調整が柔らかすぎる。もうちょい硬い方が好みです。ちょっと触っただけで動いてしまうので、せっかく僕の考えた最強のアームレストの位置に調整してもすぐにそれが崩れてしまいます。その4、フットレストが未知数。このドロ C500 にはフットレスト付きのタイプもあるんですけど、今回提供していただいたのはフットレストなしの方だったので、この点は未知数です。フットレスト付きならフットレストのレビューもできたのにな。残念だな。フットレスト付き欲しかった。まとめ、見た目かっこいいし寝心地抜群。反重力システムがかっこいいじゃなくて心地いい。座り心地は結構いいけどランバーサポートちょっと強い。6D アームレストはマジで最高。ランバーサポート強め。組み立てちょっと大変。アームレストとヘッドレストの調整に終わりがない。チャンネル登録お願いします。マジでお願いします。